こんばんは、どうも、スタンタニーです。今日もですね、タイプスクリプトやっていきたいと思うんですけれども、今日はですね、こんなプログラム作ってみたいと思います。こちらがこの後作る完成形のものなんですけれども、欄をクリックすると、ここでパスワードを何文字にしますかと聞かれるので、例えば10などと入力して OK ボタンをクリックすると、こんな風にですね、よくわからない文字を出してくれます。1AB なんちゃらですね。もう一度やってみましょう。欄をクリックして、例えば15などとすると、今度ちょっと長めのですね、こういった文字列を出してくれると。これ要はパスワードの生成ツールですね。文字数を指定すると、その文字数分だけランダムの文字ですね。英語の小文字、それから大文字、そして記号ですね。こういったものを組み合わせてランダムの文字列を作って、実際にですね、パスワードを作ってくれるというものですね。もちろんこのパスワードどこかに保管されるわけではないので、安心して使っていただければと思いますし、実際にですね、例えばパスワード管理ツールですね。この Google Chrome なんかにも搭載されていますけれども、そういったものと組み合わせてあげると、複雑なですね、パスワードを簡単に作ることができるので、かなり実用的なプログラムになるんじゃないかなと思います。では、一つずつ作っていきましょう。ではですね、こちら前回と同様でタイプスクリプトなどで検索をして、ブラウザー内で実行した時のこちらのですね、ウィンドウに行きたいと思います。で、こちらもちょっとクリアしちゃいましょう。それではまず一つ一つやっていきたいんですけれども、まず今回のプログラムで肝となるのが、そのランダムで何かを取り出すということですね。で、このランダムというのはタイプスクリプトにはですね、乱数という仕組みがありまして、それを使うことでランダムというのを表すことができます。まずはですね、こんな風に書いてみましょう。レッドとしてランダムですね。で、ナンバーとします。で、イコールとして、マスドットランダムというメソッドですね。これを使っていきましょう。でこれでですね、乱数というものが発生したので、ちょっとまずこれをですね、画面に表示してみましょう。console.log のランダムとすると、これで乱数を画面に表示することができます。ランをしてみましょう。そうするとこんな数字が出てきました。0.49800 ですね。もう一度ランしてみましょう。そうすると今度数字が少し変わります。0.1178 ですね。何度かやっていくと、このようにですね、常にちょっと違った数字がですね、どんどん生成されるという、これがランダムというものですね。これですね、マスドットランダムというのはどういう動きをするかと言いますと、0以上1未満ですね。ここにちょっと英語で書いてありますけれども、between の0 and 1。で、この1というのは未満になりますので、0. 何とかという小数がですね、返ってくるというメソッドになります。なので、このように 0.4 とか 0.1 とかですね、こういった数字が続々と返ってくるわけですね。でこの数字を使うとですね、いろんなことができます。例えばじゃあここではですね、これを使ってサイコロをですね、作ってみたいと思うんですけれども、サイコロというのは当然ながら1から6までの範囲の数字を出したいということですよね。で、この 0.1 から 0.9 までのこの小数を使ってサイコロを作るにはどうするかと言いますと、これもちょっとですね、算数の知識が必要になってきますが、こんな風に作ることができます。でまずですね、このランダムで出てきた小数に上限である6をかけてあげます。これちなみに実行するとどうなるかというと、こうですね、このように変わっていきます。4とか0とか3とかですね、整数部分がちょっと出てきましたね。これ掛け算を見ていただければわかるんですけれども、0.1 に6をかければ 0.6 なので0のままですよね。だけど 0.2 に6をかけると 1.2 になりますので、整数部分に1が出てくるんですよね。でそういった形で 0.9 をかけてあげると6、5、14ですので 5.4 ということで、整数部分に5が出てきます。でこれによってですね、この整数部分に0から5までの数字が出てくるようになるんですね。これが掛け算の特性です。で、0から5という数字だとまだちょっとサイコロにならないので、ここでサイコロにするためにはプラス1をしてあげます。で、この時ですね、掛け算と足し算が並んでいると、掛け算の方が優先して行われます。これは算数の計算のルールと一緒ですね。なので、6をかけてからプラスを1しますので、これによってですね、ランしてみましょう。そうするとですね、0が出てこなくなります。そして6が出てくるようになりますね。5、2、5、5、4というような形で整数部分にこのようにサイコロと同じ数字が出てくるようになりました。あとはこの小数部分ですね、これがいらなくなります。なので、この小数部分を切り捨てるということをしたいんですけれども、これはですね、今度マスドットフロアというメソッドがあります。フロアというのは床っていう意味がありますよね。なので、床と合わせる、つまり小数部分を切り捨てて整数部分だけを抜き出すということですね。ちなみにですね、これと対になるものにシールっていうのがあります。これシーリングライトなんていうふうに言いますけれども、天井っていうことですよね。なので、こちらは逆に小数を切り上げるということですね。で、今回はこちらのフロアの方を使っていきたいと思います。
で、ランをすると、これで整数だけになります。こうですね。で、ちなみにですね、これ、シールがあるのであれば、プラス1しなくていいんじゃないかと思われるかもしれないんですけれども、これがちょっとですね、若干危ういですね。っていうのが、0.0000 が出てきたときにですね、こちら、シールをすると0のままになってしまうので、サイコロとしてですね、正しくなくなってしまうので、ここではやはりフロアにして、でここを足す1してあげるのが正しい計算ですね。さあ、これでサイコロというのが出来上がりました。ちょっとこれサイコロはまだ余談の話なんですけれども、続いてですね、じゃあこのサイコロみたいな仕組み、このランダムの仕組みを使って、パスワードを作り出すということをやっていきたいと思います。で、まずですね、そのパスワードを作るという時の仕組みなんですけれども、まずですね、こんな仕組みでやっていきたいと思います。パスワードの元となるもの、例えば A と B と C と小文字の A と B と C みたいな文字の、このセットをですね、まずは作っておきます。で、例えばですね、今こちらサイコロを振ってますね。5353と出ていますけれども、例えばこの時にこの5ですね、これが出たら左から5番目の文字を使いますよというルールにします。1、2、3、4、5なので小文字の B ですよね。で、小文字の B を使いますと。で、次に3が出ているので、1、2、3ということで大文字の C を使いますというします。で、ちょっとこの辺繰り返されちゃっているので別の数字使いましょうか。で、例えばこう2が出ましたねということであれば、今度が左から2番目ですので大文字の B を使いましょうというような形で、もともとですね、このように並べてある文字のセットの中から何番目というのを指定して1個ずつ取り出していき、それをつないでいくことでパスワードにするという仕組みですね。ではまずその文字のセットですね、これを作っていきたいと思うんですけれども、ここで使われるのが配列という仕組みです。ちょっとやっていきましょう。コンストでシーズなどとします。これ種みたいな意味ですかね。パスワードの種を作りますということですね。で、ストリングとします。これ文字列という型ですね。で、この大括弧大括弧というのを入れていきます。これで配列というのが宣言できるんですけれども、これで、パスワードの元を作ることができます。どうするかと言いますと、こうですね、A と入れましょう。そして B と入れます。そして C と入れて、そして A と入れて、B と入れて、C と入れましょう。さあ、これでパスワードの元がひとまず出来上がりです。ここでは大文字の ABC と小文字の ABC、これを使っていきましょうということですね。ではですね、ここで、シーズから1つ取り出していきたいと思います。ですので、console.log のシーズの例えば2と指定しましょう。さあ、これで何が取り出せるかですね、ランをしてみましょう。ちょっと一旦こちらですね、クリアしちゃいましょう。ランをクリックすると、これですね、C という文字が取り出されました。これ何かと言いますと、左から1、2、3番目が出ていますね。2と指定しているんですが、なぜか3番目が出てきています。これなぜかと言いますと、コンピューターはですね、これ数数えるときに1からではなくて0から数えます。私たちが使っているのが自然数という1から数えるもので、コンピューターはですね、整数ですので0から数えるんですね。なので、シーズの0とすると大文字の A が出てきますし、1とすると2番目である B が出てきます。ちょっとこの辺ややこしいんですけれども、慣れてください。0から数えます。なので、2とすることで大文字の C が出てくるよということですね。これがですね、配列というものでして、こちらの変数の中にたくさんですね、値を入れてあげて、それをこの括弧で囲った数字、これのこと添え字っていうんですけれども、この添え字で取り出すことができるよということですね。ちょっとこの配列などに関しては、私のユデミ講座などでしっかりですね、ご紹介しているので、こちらも参考にしていただければと思いますが、ここではちょっとこんな感じでもう使い始めていきましょう。さて、そしたらですね、これで今ここで、1文字ですね、取り出せるようになったので、ここに先ほどのランダムですね、あれを使って、どれか一つというのをですね、ランダムで決めるということをやっていきたいと思います。では、ここではレッドとしてランダムとしましょう。ナンバー型にします。イコールとして、先ほどと同様ですね、マスのフロアで小数部分を切り捨てますよと。で、マスドットランダムで、何か小数を取り出して、かけることの6ですね。で、先ほどのですね、サイコロと違って今回の場合は0から5までのいずれかの数字ですね。これが0です。で、1、2、3、4、5ですので、最後が5になります。なので、0から5までのいずれかの数字を知りたいので、ここではかける6をするだけで OK ですね。プラス1は不要です。これで、このランダムというところにですね、0から5番目のいずれかの数字というのが入ってきますので、これで、ここにランダムと指定してあげることで、そうすると小文字の A が出てきました。つまり、このランダムで今0、1、2、3ですので、3が出たんですね。で、それを、この添え字というところに指定してあげることによって3番目である A が出てきました。もう一度ランすると、今度はまた A ですね。もう一度やってみましょう。ランすると、今度小文字の C が出てきました。
つまり5が出てきたんですかね。0、1、2、3、4、5ということで出てきました。このようにどんどんランすると、いろんな文字がですね、その都度出てきます。大文字の A が出てきたり、小文字の B が出てきたり、ちょっとかなりこのように連続しちゃうこともあるんですけれども、このようにですね、文字がいろいろと出てくるようになりました。ということで、この仕組みを使ってですね、今度はこのパスワードをつないでですね、一つの大きな文字列を作っていくということになるんですが、これについてはまたちょっと次回ですね、やっていきたいと思いますので、続き気になる方、ぜひチャンネル登録していただければと思います。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。